にちは、とこママ情報局です。今日は神奈川県の三浦半島の最南端、三崎口というところにやってまいりました。後ろも海、三崎港ですね。今日はね、ちょっと海風が強めに吹いております。ちょっとね、髪の毛が乱れがちなんですけれども、すいません、失礼いたします。はい、というわけで、今日はですね、この三崎口に鎮座します海南神社という神社を参拝したいと思います。この海南神社はですね、三浦半島の総鎮守とされておりまして、非常にね、この三浦半島のパワースポットとして、人気のある神社なんですけれども、ちょうど今ですね、この夏の間だけなのかな、三浦半島の海雲半島三社参りっていうのをやってるんですね。葉山の森戸大明神、それから浦賀の西加納神社、そしてこの海南神社の三社を巡って特別御朱印をそれぞれ授かりますと、三社ね全部、参拝しますとですね、最終的に超特別龍神様のお札が授かれるというものなんですね。この三浦半島のね、パワースポットとされている三社を巡るということで、森戸神社と西加納神社は、以前にもね、私参拝してこの動画でもご紹介したことがありますが、今日の海南神社は初めて参拝させていただきますので楽しみです。それではこれから上がりたいと思います。東京から車で1時間ちょっと、三浦半島の南端部三崎港。穏やかな天然の良港として平安時代の昔から栄えてきました。港から神社へと続く参道を入っていきます。食の神様三浦総鎮守海南神社、こちらですね。海南神社入り口とあります。両側に民家や商店が立ち並ぶ細い参道を進みます。海南神社までのアクセスは、今日はね、私車で来てしまいました。三浦半島というとやっぱりね、ドライブも楽しめるっていうイメージがありますので、だいたいね車で来るんですけれども、電車の場合はですね、京急の三崎口、そこからねバスも来ていますので、電車とバスを利用してアクセスすることもできます。鳥居が見えてきました。猫ちゃんがいる。こんにちは。嬉しいな。お邪魔しますね。素敵素敵。七夕飾りがありますね。歴史を感じさせる石の明神鳥居の足元には七夕飾り。季節によってさまざまな飾り付けで参拝者を迎えてくれます。はい、それでは失礼いたします。鳥居をくぐると緑の森に包まれ、海からの潮風が吹き抜ける気持ちよい境内。
はい、この手水舎の後ろにあるご神木がパワースポットになっているんですね。と言いますのも、ご覧のようにこの木の形、姿がですね、この下のお社の上にかかる龍神様のお姿に見えるということでね、パワースポットになっているんですね。このイチョウの木自体もかなり古いイチョウの木でして、そんなね幹が大きく海の方に口を開けている龍神様に確かに見えますよね。そしてそのご神木の下に祀られているのはまさに龍神狼。鳥居をくぐったらまず注目してほしいスポットです。そしてもう一本ご神木がありまして、こちらのご神木はですね、源頼朝公お手植えのイチョウと言われているんですね。こちらです。太くて大きいですね。すごい。なんかもうこの姿が普通のイチョウの形じゃない。なんかもう下にも枝が垂れ下がってきているような独特な形をしています。で、樹齢が約800年と言われていまして、鎌倉時代に源頼朝公がね、祈願成就の記念として寄進されたイチョウの木ということなんですよ。そしてここに白蛇の、これもね自然の木の枝を白蛇のモニュメントにしたようなものになっていますね。それではご本殿にお参りしたいと思います。今ですね、6月の下旬なんですね。名越の大祓に向けて茅の輪も設置されています。茅の輪くぐりもやらせてもらえそうですね。日本では古くから6月の名越の節句には神社に設置された茅の輪をくぐり、無病息災や家内安全を願うという風習があります。ではこの風習はなぜ生まれたのでしょうか。上世の昔、蘇民将来と古丹将来という2人の兄弟が隣り合わせで住んでいました。兄の蘇民将来はとても貧しく、反対に弟の古丹将来はとても裕福でした。ある時、スサノオノミコトが旅の途中行きくれて古丹将来の家を見つけ、一夜の宿を買うたところ、スサノオノミコトの姿があまりにもみすぼらしかったので、にべもなく断られてしまいました。困ったスサノオノミコトは蘇民将来の家を訪ねて宿を頼むと、貧しいにもかかわらず快く宿と食事のもてなしをしてくれました。次の日の朝、スサノオノミコトはお礼として蘇民将来の家族に小さい茅の輪を与え、これを腰につけておれば疫病から免れるだろうと言い残して去りました。その後、疫病が流行った時、古丹将来の家族は皆疫病にかかって亡くなってしまいましたが、蘇民将来の家族はいつまでも元気に過ごし、子孫も栄えたということです。このような言い伝えから、茅の輪は夏の疫病よけのパワーを持つ細具として、大きい輪はこれをくぐり、小さい輪は腰につけるようになりました。6月に神社の境内に茅の輪がありましたら、この言い伝えを思い浮かべ、無病息災を願いながらぜひくぐってみてくださいね。ということで、私も茅の輪くぐりをさせていただきました。茅の輪のくぐり方は大抵このような説明があります。まず正面から茅の輪をくぐり、左へ回り正面に戻ります。
次にくぐると今度は右に曲がります。正面に戻り、もう一度左へ回ります。3回目をくぐったらそのまま神前へと進みます。あとは普通に参拝をします。本当なら6月中にこの動画を配信できればよかったのですが、タイミングがずれてしまい申し訳ありません。この動画が配信される頃には茅の輪はもうお片付けされているとは思いますが、来年の夏のご参考までに。海南神社のご創建は平安中期の982年、藤原貴族の系統である藤原重光が九州からこの地に流れ着き、房総の海賊から港を守り漁業を教え、文化の礎を築きました。藤原道助の没後、三浦の人々によって祀られたのが海南神社の始まりです。主催神として藤原重光公とその奥様である三渡姫様が祀られ、合わせて地主の狼、早須佐能の狼、菅原道真公、雨の鳥船の命、川柳弁財天が祀られています。尊い神々のご神徳は幅広く、運気上昇のご利益があるとされています。はい、この海南神社でぜひともご紹介したい境内社があります。こちらなんですけれども、総州海南高部神社とお読みするそうです。で、こちらがですね、大変珍しいお料理の神様を祀る神社なんですね。はい、そのご祭神というのがこちら、岩香むつかりの命。いやちょっとね、なかなか聞きなじみのない神様の名前なんですけれども、千葉にもともと祀られていた高部神社、そちらからご分霊されて、こちらに創建されたという、神奈川では唯一の高部神社、全国的にも千葉のそのご本社とこちらの2社しかないという、とっても珍しいお料理の神様を祀る神社になっています。大和武尊のお父様にあたる慶光天皇は、病没した息子を偲んで三浦半島から阿波上総を巡行。その料理まかない方を担ったのが岩香むつかりの命だとされます。料理の祖神として信仰され、料理人や調理師免許受験生も多く参拝に訪れます。境内にはご祭神の岩香むつかりの命を描いた縦4メートル、横5メートルの大絵馬も飾られています。旧一万円札の聖徳太子肖像画などで知られる真堀宝願義高画伯の作ということです。私も料理の腕がますます上がるようにとお願いしました。こちらは金毘羅宮。階段を上った先には白木の御社殿が立ち、大物主の狼が祀られています。海上安全、大漁満足、商売繁盛のご神徳があるとされ、岬の漁業関係者らから厚く信仰されています。そしてこちらの神楽殿にはこのようにいろいろ何枚か絵が描けられているんですが、これがですね、日本神話のシーンを描いたものになっています。こちらがイザナギとイザナミの命の国生みのシーンですね。そしてこれが天の岩戸伝説のシーン。はい、雨のうずめの命が踊っていて、天の田地からおの命が扉をわっと開けようとして、中から天照大神様が出てこようとしているシーンですね。そしてここは、はい、大和武の命、ちょうど草薙の剣でこう草をバーッと刈っているというシーンですね。奥様も描かれています。
ここには海幸彦、山幸彦ですね。あ、こっちにもあった。すごい。大国主の御事。これはスセリリベの結婚のシーンですね。こちらも大国主の御事。今度は稲葉の白うさぎ。そしてこちらは与物平坂と言われるシーンですね。神社の境内は御本殿以外にもいろいろ見どころがあって楽しいですね。たくさんの銀杏の実をつける大イチョウにあやかって、その根元に祀られている小海石。子宝の願いを込めて優しく触ると成就すると伝えられています。ハートの絵馬も可愛いですね。御本殿前には七夕の短冊が用意されていて、自由に短冊に願いをしたためることができます。私も短冊に家族の健康と開運承福の願いをしたため、鳥居の横の七夕飾りに結い付けさせていただきました。境内にはマグロのお頭のモニュメントと写真が撮れるこんな撮影スポットも。さすがマグロの町ですね。最後に授与所にてお目当ての御朱印を授かります。冒頭でお話ししていた開運半島参り、右側の青い御朱印がその特別御朱印、左側の見年限定御朱印も素敵ですね。開運半島巡りの御朱印を授かりました。実はあと2社も巡って3社すべての特別御朱印を授かる予定なので、それはまた別の機会に動画でお伝えいたします。三崎に来たらやっぱりマグロはいただかないとね、というわけで三崎港の目の前という絶好のロケーション、三崎館支店花にお邪魔しました。この美味しそうな海鮮丼の看板の前を素通りできませんよね。おすすめ丼はやっぱりマグロ。種類も豊富でお値段も比較的リーズナブル。せっかく平日に来たので平日限定のお得なこちら、マグロ2色丼ランチにしました。じゃーん、黄金色に輝く丼にマグロとネギトロ。いつまでも眺めていたいツヤツヤのマグロですが、新鮮なうちにいただきます。ではでは、このマグロから。口の中でとろけました。こじんまりとした店内にはテーブル席とカウンター。平日にもかかわらずほぼ満席で、お隣にもお客様がいらっしゃったのでリアクションは控えめにしておりますが、マグロの味が濃くて甘くて美味しいと声に出したいのを抑えております。こちらのお店は創業80年の三崎の老舗。美味しくて雰囲気が良いのもうなずけます。2階席もあって、そちらにもお客様入られてました。週末はきっと行列になると思うので、ゆっくりといただくなら平日が断然おすすめですね。撮影も快く了解してくださり、とても親切なご対応に感謝です。ごちそうさまでした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。
最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。